ストークド・イン・ソリテュードやっていこか。激ヤバな暗さしてるけど大丈夫？本編はこの暗さじゃなきゃ大丈夫や。それじゃあやっていく。ゲーム内容は家に一人だけど本当に一人ですかという不安と戦うホラーで、ストーカーの出現位置と必要アイテムの位置がランダムだからやりごたえあるみたいです。8月24日午後11時40分、この週末両親は出張で家を空けていました。2人とも仕事でよく家を空けるから一人でいるのは慣れっこでした。家の中はいつも安心感がありました。でも今夜はなんだか誰かに見られてる気がしました。親がいない日を狙って襲いに来るんやな。自分はなんとかなったけど両親死んじゃいました。エンドじゃないのは確定したね。ストーカーから逃げ切れさえすればハッピーってことやな。お、動ける。家に入ろう。友達のフェリックスが家まで送ってくれた。親がいない週末なら泊まりで遊べばいいのにね。子供が一人で過ごすのと子供同士だけで過ごさせるのどっちがええかはわからん。一番近くて光ってる家が開いたから多分自宅。帰ったら全部の部屋をチェックするように親に言われてるんだ。毎回それは面倒じゃない？親がいない日だけのルールやろな。暖炉つけたりはできないや。明るいから別にいらんで。風呂とトイレか。部屋に比べて浴槽が小さすぎる。ドア勝手に閉まったで仕様です。右上にやることが出てるけど8部屋もあるんだね。結構な工程やな。ざっと見て回るくらいでいいかな。照明あるとこはええけど離れると薄暗いな。リアリティあるね。天井にライトついてないんか。ガレージのシャッターは開けられないや。この斧は後で取れそう。戦う要素もあるんかな。1階の奥はキッチンみたいだね。暗いな。明るくすると風情がなくなるよ。雰囲気ごと楽しみたい人は350円やから買うてな。今は使う必要がないね。後で今度使うってことだね。子供だけで火使うんか。夜遅くまで遊んでたみたいだし、友人が車の運転できてたからそこまで子供じゃないんじゃない？一面を飾るのはいつも悪いことばかり。オークビューで4人が行方不明。警察は事件性を疑っている。近隣住民はマスクをした男を目撃したという。警察は未だ容疑者を特定できていない。住民には夜間の外出を控えるよう呼びかけている。マスクっていうのは仮面的なことだよね。普通のマスクならわざわざかかんやろうしな。というかあれか。こいつのストーカーがいるわけやなくて、やべえやつが襲いに来る話なんか。ストーカーよりも無差別で襲いに来る人の方が怖いよ。理由なしで襲われるのは嫌よな。うちも気をつけとこう。へ？あ？洗剤の置き方に無駄が多い。お店みたいな置き方やな。洗濯機が4台あったのも気になるわ。半分は乾燥機なんじゃない？それでも多いわ。鍵がかかってる。すでに侵入されてるか？鏡には映らない。いつも通りや。2階にも風呂とトイレがあるんやな。トイレはわかるけどお風呂は何個もある必要ある？ 2 階の反対側へ。1階にもあったけど、ここも倉庫か？仕事する場所に見えるけど。まあ何もないね。次で最後の部屋やな。寝る前にランドリールームを片付けるようにママに言われてたっけ？洗濯機があったとこよな。片付いてたと思うけど。なぜ？誰かおるんか？主人公がさっき部屋を出るときに脱ぎ散らかしたのかもしれない。ここに4枚あるけど、今何着てる想定なんや。全裸じゃない。だからこそトイレの鏡に映せなかったのかも。お腹すいた。晩ご飯に何か作らなきゃ。冷蔵庫からやったぞ。冷蔵庫にお肉があったはず。ゼッチーからやったけどまあええ。まな板に食材出されとるけどまあええ。まだ材料が足りないよ。お肉出さなきゃだね。誰かいるっていうホラー演出なのか、ゲーム上の都合なのか微妙に判断に困る。今度で焼けるよ。焼いてるよ。これ焼けるまで待つんなら新聞読むの今の方が良かったな。洗い物溜まってるけど出張前に洗っていってくれなかったんだ。手伝ったれ。判定ないし、洗う時間でお肉焦げちゃうよ。皿洗いできるくらいの時間が待ったで。全部の材料を重ねてバーガー完成。夜に？夜でもハンバーガー食うやろ。食べないよ。夜マックに謝れ。美味しかった。3人家族だと思うんだけど、並べられたお皿が多いのなんでだろ。使わん皿ならしまっとけと思う。長い一日だったしそろそろ寝よ23時過ぎだもんね。週末なら寝るには早いで。う。やっと休める。この時計がおかしいのか冒頭の語りがおかしいのかどっち？そのオブジェクトは1階の倉庫にもあったけど、同じ数字やったからそういう置物と思っとけ。寝てたのに？ひっそり侵入してくるんちゃうんか？玄関を確認しよう。この部屋から見れないかな？
無理だね。ほな行こか。ガレージの斧でも持って行った方がいいかな。どうせ持てないやろうし丸腰で行け。こんな時間に誰が玄関に？なんかよくわかんないとこに乗れちゃってる。高さ的にホラゲエンジンなら死ぬぞ。セーフでよかった。あ、マスクの人。新聞のやつか。正面から来るんだね。誰かいる？何するにしても見た目は普通にした方がええと思うで。このマスクを見て怯える顔が見たいんだよきっと。異常者の考えることはわからん。話す気もないなら敷地から出てって。何がしたいんやこいつ。マスクのせいで話せない説ある。ないやろ。ただ会話する気がないだけやろな。初対面の人と話せないだけの可能性の方があるね。バット取ってくるからね。今のうちに帰ることをおすすめするよ。1階の倉庫部屋でバットを確認しよう。斧の方が攻撃力高くない？装備できないんやろな。ここにあるはずなんだけど。何してる時間や？四角いフレームが出るからチェックしてる。どういうことなん？ないなって探してるってことだと思う。バットくらいパッと見でないってわかるやろ。バットじゃない小物ならわかる。ないみたいだ。玄関に戻ろう。戻ったら消えてるんやろなって。せめて弾だけでも持っていけたりしない？やったぜ。拾う必要はなさそうや。バットとか弾とかちょっとよろしくないね。どうでもよろしいで。やっぱりおらんわな。開けて出るもさ。隠れてたらどうするつもりなんやこいつ。何だったんだろう。念のため南京錠をつけた方がいいかも。バーガー理論的にオブジェクトが置かれたから探せってことだね。その辺にあるはず。探さなきゃ。もう侵入されてそうで怖いな。表玄関はそれでいいとして裏口には鍵かけなくていいのかな。キッチン近くのから裏庭に出れるんやな。電気関係は触らない方がいいね。何歳なんやこいつ。ティーンエイジャーだよ。それじゃわからん。思春期だよ。それはわかりそうでわからん。1階のバスルームと倉庫とガレージにはなかったから2階へ。8箇所探すだけやしそれほど時間はかからんな。部屋数はそうだけどキッチンに置かれたりしてたらもう少し探す場所は増えるね。てか発見。あった。次は鍵を探さなきゃ。あるね。最初に探索した時から増えたものに気づけるかの異変探し気分や。パーフェクト。これで玄関に鍵をかけられるね。なんでトイレ行った？行きたかったからだけど。そうかい。実績的にはトイレ行く意味あります。これって普通の鍵もかけるけど南京錠もつけるってことだよね。そうやろ。玄関の鍵がないからそういう鍵を使うってわけじゃないんだね。鍵を寝室に置こう。ほいさ。ここに置いとけばなくさないでしょう。賢い。持っとけ。落としてなくしちゃう握り込んどけ。さっきのことちょっと気になる。寝る前に裏庭も確認しとこう。さっきいかんでもよかったな。これ裏庭に誰かいたらどうしたんだろう。特に変わったことはないみたい。中に戻ろう。眠ろう。いつ敵が飛び出してくるかの緊張感がええな。もう侵入されてるのかわかんないけど扉を開けるときに覚悟をし続けてるよ。自動で閉まるってことはスケアが開くときにあるやろうしな。宇宙を狙い撃つ暗闇やんけ。あかねちゃんは電気つける派だもんね。やばば電気つけないと。ガレージに懐中電灯があるよ。そこに行くまでが暗いやろ。はい到着。ガレージに着いたかもわからん。斧がなくなってる。見えんて。お、光ってるしそこ見ろってことだね。なんでそこだけ電気ついてたんや。これでなんとかなるね。照射範囲がきついけどまあせやな。電気ボックスを点検しよう。壊されとるな。家の中に侵入して斧取ってから壊したってこと？壊してから入るんじゃなく？誰かが停電させた？警察に電話しないと。電話なんて見てないけどまた置かれたんやな。電話は僕の部屋にあるはず。自分の部屋って寝室で合ってる？わからんけど見当たらなきゃ全部回れ。鍵と南京錠の時に全部回ったのに。今侵入されたんか？暴れてるだけか？なんなのさ。さてどこにある？全部屋探索や。ないね。探してるのは固定電話やなくてスマホでええんかな？でしょ。まだ開かない部屋が気になるっちゃ気になる。潜んでるのかもな。携帯を置き忘れる場所といえばトイレだと思ったけど違うか？忘れんな。しっかり持ち歩けと思うで。玄関の鍵の時になくさないように気をつけてたからうっかりさんなのかなと。2階はあと1部屋なきゃ1階やな。1階のトイレかな？かもな。見えんて。開
明るさ関係なしにこの角度じゃ見えないよ。侵入されてたことが分かったからまあええわ。これがイベントシーンなのかやられちゃったのかどっちだろ。視界が暗くなっていくし死んだんやろな。リスポーン地点どこだろ。殴られた演出から再操作可能まで18秒は長いと思うで。そんなに死ななきゃ問題ないよ。普通にいたよ。動かないんか？動かないや。前に2階でした暴れたっぽい音が動くフラグなのかも。音はしなかったけどメッセは流れたな。あるじゃん。ランダム配置の呪いを受けなくて済んだのはありがたいな。ああ、よかった。警察、早く来てくれ。それまではクローゼットに隠れておこう。ああ、おるんやもんな。トイレの音に反応しないんだからいないも同然だよ。電気壊されてたけど間取りとかわからんやろう指摘が動きにくくなってないか？ストーカーなら把握してそうだけど、新聞のニュース的に個人の追っかけってわけじゃなさそうなんだよね。暗い中自在に動ける分こっちの方が有利かもな。敵のマスクが赤外線付きじゃないならそうだね。暗視付きならライト照射でむしろ勝てる。よかった。警察が来てくれた。音だけの罠じゃないよね。あの光り方はパトカーや玄関インコな。おまわりさん、来てくれて本当にありがとう。ポリでも暗闇のおっさんは不気味や。家に誰かいるのか。電気を切られました。まだ家の中にいると思います。お願い、助けてください。出てくのはダメなの？鍵かけたから無理やろ。弾丸で論破するやつみたいだね。わからん。いいか、よく聞いてくれ。もう安全だ。わかるか？このドアを開けられるか？しまった。鍵かかってる。緊急事態やし窓ガラス割れ。鍵忘れてきた。2階にあるはず。取ってくるからどこにも行かないで。ほな行こか。待って。ないね。敵に持ってかれたか？玄関開けられちゃうなら警官終わってそう。鍵はここに置いたはずなのに。その折り方やめろ。リアルでできないことをするのがゲームだもん。どうなってた？よく見えないけど多分死んでる。ここはよく見せろ。今すぐ逃げ道を探さなきゃ。奴の息遣いがすごく大きいからドアを開ける前によく聞いておこうね。ドアを開けた時に中にいたらやられるってことか？スタンドみたいだね。本気でわからん。リモコンが見つかればガレージを開けられる。そしたらおまわりさんの車の鍵を使って車で逃げられる。パトカー盗むんだね。緊急時がセーフや。ここの窓から逃げられたりしない？ガレージの鍵探せって言われたし探そうな。やっぱり物が置いてあるといえば倉庫かな。これ5分の時間制限出てるけどなんなん？実績とクリア条件に関係あります。時間切れ即死じゃないならええわ。荒らされてるけどそっち方向にいたりする？息なんて聞こえなかったんですけど。扉前で待機する必要があるんかな？リスポーンどこからだろう。カットしろ。カットしろ。玄関で警官の死を見たところからだね。リスポーン箇所は最高やな。普通にあるじゃん。これでガレージ行けばええんか？なんだってこんなとこに置いたのさ。ガレージに行かなきゃ。ガレージへの扉から敵が出てこなかったら勝ちだね。いけた？敵の息遣い云々は本当に何のことかわからんかったで。音をよく聞いて進もう。ヘッドホンで遊んでも音で判断できんかったから無理や。まあ運でクリアできるならそれでもいいよね。ほな警官からパトの鍵取って進もうか。家の横から覗いても何もないみたいだしそうする。そこ見るなら反対の横も見たくなるな。まあなんもないか。いや敵おる。1階のバスルームの扉を開けたらやられるってことだね。新手の SCP に思えてきたわ。鍵取った音がした。会話文とかないんやな。したいと？一言すまないとかあるやろ。はい乗る。おう、これで終わりか。よくあるリスポーンホラーやったな。50分くらいかかったね。
外に出てから2階の開かずの間が気になって戻るときに、間違えてランドリールームに入ろうとしてやられてリスポーンして、その場合は、鍵を持っている判定になるから、もうどこにもガレージの鍵がないのに探し回った時間のせいですね。右上のやることリストが鍵を手に入れる前も後も変わらないのが悪い。わざわざ戻るのが悪いで。リスポーンゲーやけど、スケア系というより続々系やったな。350円で満足って感じや。歩行速度と話のテンポが良くて遊びやすかったしね。気になったのはライトの照射範囲が狭すぎたことくらいや。画面にずっとある横線エフェクトのせいですごく目が疲れるからオフにできるようにしてほしかったってのはある。まあ一口ホラーとして遊んでみるのもええと思うで。ほなな。私も目が疲れたから寝る。続行します。実績普通に遊んでクリアまでに手に入る実績は7個中3個、残り4個を回収していく。トイレ10回流すのと隠しアイテムを見つけるのと、窓からの脱出と時間切れ後に脱出するやつね。隠しアイテムは1階の倉庫で拾ってた玉なのでもう回収済み。トイレもこれで OK。時間切れ後に脱出はタイマーが切れた後にガレージから出ればいいのかしら。窓からの脱出はどこの窓のこと？出れるところあったらささらちゃん見逃さないと思うのだけれど。失敗してやられるのも成功して出ていくのも早すぎたんだ。待てよ、残り1分でイベント？早い人じゃたどり着けない罠ですね。バスルームの窓が割れてる。いけるかもだ。それじゃあ飛び越えます。どう見てもすり抜けましたけど、次元を飛んだのかもだから OK。 右上のやることリストがガレージの鍵を見つけた後でもガレージから脱出しようにならなかったのはまだ別ルートがあるからだったのかもしれないわね。乗れない。鍵取らないと。そっか、家から出る方法以外は変わらないんだ。時間切れ。これでパトカーでいいんですかね？家からは脱出してしまっているけどどうかしら。いけたね。これエンディング何か変わってます？さあ2階の開かなかった扉は何だったのかしら。さあ、実績もこれでコンプリートしたし、2階の謎は気になる人が調査してください。そっか。まあ感想というかあれだね。マスターのストーカーだから鼓読んだけど、まさかストーカーのセリフがないとは思わなかったよ。私ストーカーだと思われてるの？何か間違ってる？全てが大きく間違ってるわ。そもそも敵も別にストーカーじゃなかったですよね。あかねの方のストーカーで葵呼んだけど、こっちも別に必要なかった気が。家族間でストーカーって成り立たないよ。あかねの髪飾りに GPS と盗聴器仕込んでても。家族間ではセーフだよ。そっか。